はい、皆さん、こんにちは。UK わらかどりえの日本語雑談ポッドキャストの時間です。かなり久しぶりのポッドキャストの投稿になります。皆さん、お久しぶりです。お元気にしていましたか？かなり久しぶりにマイクの前で話すということで、若干緊張しています。まあね、何を話したらいいのかっていうことは、テーマだけは決めていて、今回はですね、台本がないポッドキャストということで、雑談形式。雑談っていうのはね、この何か目的について、目的を持って話し合うとかではなく、結論を求めて話し合うということでもなくて、もう本当にゆるい感じで、思いついたことをお友達とね、空いた時間とか、例えばレストランでね、ご飯を食べながら話したり、例えば何かを待っている間にお話をね、お友達としたりするような、そういうゆるい会話のことを雑談って言うんですけど、そういう感じで、私がね、今回このテーマについて思ったことをラフな気持ちで話していくっていうね、ラフって言ってもゆるい感じ、つまり何にも台本がない状態で思いついたままを話していくっていう雑談スタイルのポッドキャストになっています。なんかマイクの前で話すとどうしてもね、緊張してしまいますね。特に何かを読んでいるわけではないので、あの、とかね、とかね、多くなってしまうっていうこともあったりとか、早口になってしまいそうになったり、必要以上に早口になってしまいそうになる時もあると思うんですけど、普通に私が日常会話を話すようなスタイルで話していくっていうことを目標にしています。なのでこれを聞いてくださっている皆さんも、日本語の本当に普通のネイティブの日本人が多少少し緊張しながら話すとこういう感じになるよっていうのを、楽しんでいただければって思います。英語を話すと、自分が英語をね、そんなに得意としているわけではないので、ゆっくりになっちゃうんですよね。英語を話すとゆっくりになっちゃう。でも日本語っていうのは、やっぱ自分の母国語っていうこともあって、早口になっちゃうっていうことが私の中ではあるんですけども、皆さんはどうですか？皆さんは自分の母国語、自分が生まれて育った国の言葉を話すときと、日本語を話すときのスピードってどうですか？緊張している時とか、あとは何ですかね、いろんな状況によって、スピードっていうのも変わってくるとは思うんですけどね。はい。というわけでね、こんな感じで、もう本当に雑談のポッドキャストです。私は毎日日本語のレッスンをオンラインでしているんですけども、日本語のね、レッスンを私から受けてくださっている生徒さん方も、私が一人でこんな風にずっと話すっていうことは、レッスンではまずないですね。レッスンですから、生徒さんがたくさん日本語を話せるように、質問があった時に答えたり、何か文系を説明したり、ね、そういう説明の時にお話しすることはありますけど、こうやってずっと話すっていうことはないので、きっとね、これぐらいのスピードでずっと長い文章を話すっていう私の言葉をそんなに聞いたことある方は少ないんじゃないかなって思います。上級コースの会話の生徒さんはね、そんなことないかも。レッスン中ずっと話しているので、多少このスピードに慣れてらっしゃる方もいるかとは思うんですけど、大体その初級、中級の生徒さんとはゆっくりのスピードで話すし、文系とか単語のレベルっていうのも、気にしながら、その生徒さんのレベルに合わせて、今はここまで覚えているな、ここまで教えたなっていうのを、意識しながら、気にしながら、
レッスンの中では日本語を使うようにしているので、多分ね、今その生徒さんがもしこれを聞いてくださったら、おーっと早いぞって思うかもしれませんが、それでもきっとね、すごくいい練習になると思うので、寝ながらでも学校に行く途中の歩いている途中とか電車の中とか、あとはね、家事をしながらとか、いろんなことをしながらでいいので、ぜひ聞いてくださったらと思います。それから YouTube で私を初めて見つけてくださったリスナーの方もはじめまして、ぜひね、こんな感じでいろんなことのテーマについて自然な流れで日本語を話していきたいと思っていますので、これからもね、聞いていただければ嬉しいです。皆さんのね、リスニングや単語力アップのお手伝いにつながれば嬉しいなって思っています。よろしくお願いします。ということでね、まずは今日は第1回目の雑談のポッドキャストということで、今ね、皆さんが見てくださっているこの YouTube ですね。この YouTube のこの私のチャンネル UK わらかどっていうチャンネル名がありますけど、これがどうして UK わらかどっていう名前になったのかっていうことをちょっと説明して終わりたいと思います。この UK にはイギリスという意味があります。United Kingdom の UK ですね。私は家族と一緒に今イギリスに住んでいて、もう今年で16年目になります。早いものですね。もう16年。最初はね、今年で3年目ですとかって言っていたのに、気づいたらもうあっという間に10年越していました。そして、わらかどっていうところですね。わらかどっていうのの意味は何かっていうと、これは日本のことわざから、言葉を借りてきています。ことわざって皆さんご存知ですか？ことわざっていうのは、昔の人が昔から伝えてきた、昔から教えてきた教訓とか、あとは生活の知恵っていうものを言葉にしたものです。教訓っていうのは、こういうことに気をつけてとか、こういうふうにするといいよとか、こうやってすると生活が楽しくなるよみたいなことを教えるようなアドバイスですね。で、そういう言葉をことわざって言うんですけども、そのことわざの中に私が好きな言葉があって、笑う門には福来たるというものがあります。もう一度言いますね。結構長いのでゆっくり言います。笑う門には福来たる。笑う門っていうのは笑うなので、あははって笑ったり、ニコニコって笑うってことですね。で、門っていうのは門っていう漢字を書くんですけど、この門って書いて門って読むときは、昔から家の、入り口とか、そこからイメージして家、ね、お家とかっていう風な意味をイメージするといいかなって思います。なので、笑う門っていうのは、笑いがあるお家、ニコニコと笑顔がある、そういうハッピーなお家っていうことですね。そこには、福来たる。福っていうのは幸福なこと、ハッピーなこと、幸せなこと。それが福。それが来たるっていうのは来るよっていうことです。なので、ラッキーなことが来るよ、幸せが来るよっていう意味。笑いがあるお家や笑いがある場所には、ラッキーなこととか幸せが来ますよっていう日本のことわざですね。ここから、UK わらかどなので、イギリスの生活でもこの日本語のことわざがね、きっと本当になるよ。イギリスでもニコニコしていればいいことがたくさんあるよっていうことを、いつも心にね、覚えておきたいなと思ったので、これを自分のウェブサイトの名前と、あと YouTube のチャンネル名にしました。とは言っても、笑う門には福来たる。これをアルファベットにするとすっごく長いなって思いましたので、
短くするためにわらかどっていうふうに短くしてね、使っているということです。ということで、本当に雑談で、なかなか取り留めのない会話になってしまいましたけども、どうだったでしょうか。たくさんとかね、それでとか、いろいろまたって言っちゃった。テストとかにはないような、本当にすごくナチュラルな日本語を使っちゃっているので、聞き取りにくい部分もあったかなとは思うんですけど、自然な日本語っていうのはこんな感じになるかな。少し緊張して話している時の日本語ねっていうことですね。はい。というわけでね、皆さんここまでお聞きくださりありがとうございました。また次回の日本語雑談ポッドキャストも何かテーマを決めて日本語でね、いろいろ話していきたいと思います。マイクの前で話すことが本当にまだ全然慣れていなくて、緊張しっぱなしの私の会話ではありますが、どうぞ長い目で優しい気持ちでお付き合いくだされば嬉しいなって思います。また聞いてくださいね。コメントもお待ちしています。それではまた次の日本語雑談ポッドキャストで会いましょう。またね。